すみません。〇〇〇へ行きたいんですが。人づてに聞いた、あるタクシー運転手、山中の体験談。深夜、酔っ払った客を駅まで送る。料金を受け取り、自撮り足気味の客を見送った。今日はこれで上がるか。山中の帰路に着こうと思った矢先、不意に人の気配を感じて、視線を横に向けた。するとそこに、50代くらいの中年男性が立っていた。すみません。〇〇〇まで行きたいのですが。男が発した場所は、自殺の名所。こんな夜中に、と山中は時計に視線を落とし、断ろうと思った。しかし、その日は売り上げも芳しくなかったこともあって、つい引き受けてしまった。男は、ふーっと大きく息をついて、深々と後部座席に腰をかける。男は疲れているのか、うつむきがちにカバンを抱えていた。山中は普段、あまりルームミラーを見ないようにしている。お客と目が合い、気まずくなるのを避けるためだ。しかし、今日この時間に限っては、その男も気になって仕方なかった。こんな時間に自殺の名所に向かおうとするくらいだ。きっと、相当の訳ありなんだろう。山中は、話しかけるべきか否かで、迷っていた。そんな山中の視線をミラー越しに感じたのか、まず男が口を開いた。こんな時間にすみませんね。いえ、仕事ですから、お気になさらずに。〇〇〇はここからどれくらいでしょうか。この時間だと車も少ないから、30分もあれば着きますよ。そうですか。男は窓の外を眺めながら、ぽつりとつぶやいた。こんな時間に、〇〇〇に何か用事でも。山中は聞くかどうか葛藤を続けた挙句、本題に切り込んだ。男は、表情を変えることも、視線を変えることなく、無言のまま。山中は、しまった、と思い、申し訳ありません。余計なことを聞いてしまいました、と謝罪をした。車内では、しばらく沈黙が続いた。そして、男は深いため息をついた後に、口を開いた。実は先月、娘が自殺しましてね。その場所は、〇〇〇だったんですよ。男の唐突な一言に、言葉を失った山中に対し、男は続けざまに話し始めた。とてもいい娘だったんです。勉強もできて、運動もできて、高校大学と良いところに進んで、大きな会社にも勤めたんですよ。でもそんなことどうでもいいくらいに、素直で優しい娘でした。私は早くに妻に先立たれたのですが、それだけに娘は、私のすべてでした。でもね、やっぱり、男親はダメですね。娘のことを、何一つ、分かってやれなかった。男は絞り出すような声で語った。山中はそれに対して、相槌一つ打つこともできなかった。ああ、この男は、〇〇〇で、この後娘の後を追うために、自殺するのだろう。それが分かっているから、山中は無言を貫いた。それと同時に、興味本位で聞いたことを、ひどく後悔した。〇〇〇まであと10分程度というところ、交差点で赤信号に捕まった。山中はここで一度冷静になり、引き返すべきか否か迷った。自分が運ぶこの男は、間違いなく、自殺する。それを手助けしているような罪悪感に襲われ、ハンドルを握る手間、汗でびっしょり濡れたのは分かった。戻りませんか。山中は男に、今一度踏みとどまってもらおうと、心に決めた。それを見透かしたのかどうかはわからない。男は、あとどれくらいで着きますか、と振り返った山中の言葉を遮るかのように、質問してきた。男と目が合った。死の決意を強く感じさせる目だった。何を言っても、この男は自殺を止めないだろう。
山中はでかかった言葉を飲み込み、あと10分程度です。とだけ返した。それから無言のまま車は進み、〇〇〇へとたどり着いた。山中は4000円です。と料金を告げると、男は1万円を差し出した。お釣りは結構です。こんな時間に、どうもすみませんでした。男は深々と頭を下げて下車した。暗闇をまっすぐ歩き、崖に向かっていく。崖に打ちつける波音と風音は、やけに寂しく感じた。それからしばらく経った〇〇〇で死体が上がったという話は聞かなかった。〇〇〇は海に面した岸壁であるが、飛び込むと、なかなか死体が上がらない形状になっている。そのため、自殺があったとしても、判明しないことが多いという。山中はタクシー仲間に、例の男の話をしたが、墓参りしただけじゃないか、気にすることはない。といった言葉をかけられた。山中自身も、あれは自殺したんじゃないと、自分に言い聞かせるように仕事を続けた。それから1ヶ月ほど経った、ある日の夜中。最後の客を乗せて駅に降ろすと、若い女性客が、〇〇〇へお願いできますかと呼び止めてきた。山中は、今日は終わりなんです、と答えたが、どうしても行きたいと懇願してきた。女性のあまりにしつこいお願いに、根負けした山中は乗車させてしまった。走行中、1ヶ月前に同じような状況で、〇〇〇へ向かう男性を乗せた状況を思い出していた。あの男は自殺したかどうか、定かではない。しかしこの女性は自殺するかもしれない。そんな不安に山中は口を開いた。〇〇〇って自殺の名車なんですよ。ご存知ですか？山中の問いかけに女性は口を閉ざしたまま。女性が返答しないことに対し、山中は言葉を続ける。こんな時間に行くってことは、お嬢さん、あなたもしかして自殺でもするおつもりですか？違っていたら申し訳ない。でも自殺なんかやめた方がいい。自殺するあなたはいいかもしれないが、残された人はずっと苦しみ、悲しみ続けることになるんですよ。1ヶ月前に男を乗せて、大変後悔したことも付け加えて、女性を説得した。山中の説得を受けてもなお、女性は下を向いて、押し黙っていた。山中がミラー越しに女性を見ると、女性はゆっくりと顔を上げて、こう言った。私、お父さんに会いに行くんです。こんな時間に。はい、お父さん、1ヶ月前に、〇〇〇に飛び込んだんです。その言葉の意味をすぐさま理解した山中は、凍りついた。この女性は、あの男の、娘だと。あれ、待てよ、確かあの男、娘は、〇〇〇で自殺した、って言ってたはず。それじゃ、この女性は、お父さん、一人じゃ寂しいと思うから、戻らないと。山中はミラーを見ることも、振り向くこともできず、そのまま車を走らせた。〇〇〇までは30分程度だったが、とてつもなく長く感じた。目的地に到着し、恐る恐る振り返ると、そこには誰もおらず、濡れた1万円が置いてあったそうだ。山中は言う。私は幽霊なんて信じていません。もちろん、今でも半信半疑ですよ。でも、あの娘さんはそうだったのかな、と思います。自分が父親を〇〇〇へ運んだっていう罪の意識は今でもあります。それでも私が乗せたことで、あの親子もあの世で一緒になれたとしたら、そう思うと少しだけ罪の意識が軽くなるんです。